一番機体の FG ゴーストノットですね。ノットの一番太いとこと長さを測って、で、どのノットが一番細いのか。はい、どうもエナジー福田です。早速ですが皆さん、ガイド抜けがいいノットって何だと思いますか？ B ラインとリーダーラインを結ぶ時の、結び方、ノットですね。っていうのはいろいろあって、で、船釣りとかラインを垂らしていく、仕掛けを落としていくような釣りだったら、ぶっちゃけ強かったら何でもいいと思うんですけど、キャスティングの釣りをする時、一番気になるのがガイド抜けだと思うんですよね。ガイド抜けっていうのは、釣り竿のガイド、ここを結び目が通る時、ノットがガイドに変に当たってしまうと、ここでくるっと輪っかができてしまって、下手したらガイドが飛んでったり、竿が折れたりっていうことになったりして、そこまでの現象にならなかったとしてもバックラッシュしたりとか、ラインブレイクしちゃったりとかになるんで、できるだけガイド抜けがいいノット、紹介したいなと思います。で、Google とかでガイド抜けがいいノットと調べると、いろいろおすすめが出てくるんですけど、ブログとか Twitter とかの口コミ情報って、その人の体感な部分とか、その釣りスタイルが大きく影響したりしてて、自分のスタイルに合ってる人の情報を見つけたらいいと思うんですけど、そうじゃない時も結構あると思うんで、客観的な情報から見て、どれが一番いいのか、それを測っていきたいと思います。そうすることによって、その体感じゃなく、実際のデータで見てどうなのかっていうところを知れると思うんで、ぜひ参考にしていってみてください。で、比較方法なんですけど、ガイド抜きにはノット自体の太さと長さが影響してくるんですよね。ノットの中には摩擦が強いノットとそうじゃないノットとあって、摩擦が強いノットは16回とか巻きつければ OK なんですけど、その分短いですよね。だけど、摩擦が弱いノットはしっかり巻きつけて、摩擦が低いのを補わないといけないんで、巻きつけ回数が20回とか30回とかなっちゃうんで、ちょっとガイド抜けは悪くなっちゃうんですけど、今回は実験のためにそういうノットも数値を測っていきたいと思います。そして使うラインなんですけど、よく使われる P のセッティング、P0.85 にリーダーが16ポンド。これが平均的に使われてる太さだと思うんですけど、その組み合わせでやろうと思ったんですけど、ちょっとね、差があまり大きく出なくて分かりづらかったんで、今回は少し太めの P ライン3号にリーダーラインを37ポンド。ハーフヒッチが必要なものは6回でやっていきたいと思います。今回の検証なんですけど、しっかり測りたかったんで、はい、こちら、デジタルマイクロメーター購入しました。これがですね、この挟んで太さ厚さかなを測る機械なんですけど、いろいろある中でめっちゃ性能がいいやつ、今回の検証のために5000円で買いましたんで、今回の動画良かったなって思ったらシェアしてもらえると助かります。で、この機械を使ってノットの一番太いとこと長さを測って、で、どのノットが一番細いのかやっていきたいと思います。今回も事前に結んでましたんで、どのノットを使うのか紹介していきたいと思います。まずはこちら、電車結びですね。一番簡単で結構使ってる方が多い結び目かなと思います。結構太くなりそうなんで、その参考のために用意しました。はい、次がこちら、10秒ノットですね。名前の通り10秒で結べて簡単な結び目になるんで、使ってる人結構多いんじゃないかなと思います。はい、次が SC ノットですね。これも結構簡単な結び目になるんですけど、摩擦がちょっと弱いんで、巻き付けが20回でやってます。はい、次こちらです。FG ノットにハーフヒッチを6回やってます。その FG ノットなんですけど、ホッター式 FG ノットっていう、簡単な結び方ですね。はい、それでやってます。僕は一番これを対応してます。はい、最後こちら FG ゴーストノットと呼ばれるみたいです。西ネルアワークスさんがホームページでこう結び方解説されてたんで、結び方気になる方はそちらをチェックしてみてください。よくある FG ノットとの差なんですけど、これがよくある FG ノットですね。その FG ノット自体は同じなんですけど、ここハーフヒッチのところがちょっと大きくなっちゃうんですよね。普通の FG ノットなんですけど、 FG ゴーストノットはこのハーフヒッチを編み込まないんで、そんなに太くならない。ここがガイド抜けには影響してくるかなと思います。では測りオープン。じゃじゃん。ちょっとずっしりしてて5000円しそうな重さあります。はい、まずメモリを0にしまして、ここですね、0のメモリからちょっと開いていきます。この辺りでリーダーラインの方、今回ちょっと分かりやすいように長めに切ってるんで、そこが邪魔ならんように横から挟みたいと思います。はい、こんな感じになりまして、太さが 1.738 ミリで、次こっちのノット部分ですね。はい、ノット部分だけを挟むと 1.898 ミリ。ちょっとノットの方が大きくなりました。はい、ちょっとこういう使い方するもんじゃないんですけど、ノット全体の長さですね。これが 4.201 ミリとなりました。次はこちら10秒ノットやっていきます。はい、こんな感じで
挟むと 1.739mm となります。長さが 5.229mm。次はこっち SC ノットですね。2本のラインを一旦巻いて折り返して巻きつけていくんで、このね折り返したところがちょっと大きくなってるので、そこを測っていきたいと思います。ここが一番大きそうで 1.846mm となります。次に長さが 18.024mm。結構長いですね。はい、次が FG ノットにハーフヒッチを6回やってます。この FG 部分とハーフヒッチ部分両方測っておきたいと思います。はい、本体部分は 1.452mm となります。次にハーフヒッチの一番大きいところですね。平べったくなってて、その一番大きいところを計測すると 2.101mm となります。そして長さが 15.886mm となります。はい、次 FG ゴーストノットです。ここハーフヒッチの部分が大きくなってない。ここが大きな特徴になるかなと思います。まずノットの一番大きいとこですね。そこで測ると 1.445mm。FG ノット自体は同じ組み方をしてるんで、結び方によって多少誤差が出たかなっていう感じがします。次にハーフヒッチと呼ばれる場所ですね。そこの一番太いとこ測ってみました。結果は 1.719mm となります。ハーフヒッチと比べてかなり細くなりましたね。次長さなんですけど 15.577mm。ここも FG ノットより若干細くなってるかなという感じがします。はい。ということで、結果をおさらいしていきたいと思います。電車結び4回。これがリーダー部分が 1.738mm。ノット部分が 1.898mm。長さが 4.202mm となりました。電車結びがですね、長さは一番短いという結果になりました。最短記録です。次に10秒ノット。10回巻き付けの場合ですね。これが 1.739mm となりました。で、長さが 5.229mm と。そして SC ノット20回で結んだ結果ですが、これが 1.846mm になります。そして長さがちょっと長いんですけど、18.024mm となりました。で、この電車結び10秒ノット、SC ノットがお手軽にできるノットだと思うんですけど、この中で一番細いのは10秒ノットかなと思います。そして長さも、電車結びの方が 1mm ほど短いんですけど、10秒ノットの方がいいんじゃないかなと思いました。ちょっとボコッとなっちゃってる結び方なんで、それがどう影響するかっていうところが気になりますね。で、次に FG ノット。メイン16回でハーフヒッチ6回の場合です。FG ノット部分ですね。そこが 1.452mm となります。古くからガイド抜けがいいのは FG ノットって言われてるんですけど、その理由はこの細さかなと思いました。そしてハーフヒッチ部分が 2.101mm と、ハーフヒッチ部分がちょっとでかくなって、今回の中で一番でかいんで、そのハーフヒッチ部分をどうにかすればよりいいんじゃないかなと思うところと、全体的に滑らかな太さになってるんで、そういうところはガイド抜けがいいんじゃないかなと思いました。で、長さが 15.886mm と結束強度が高いタイプの中では短い方なんじゃないかなと思いました。次に一番期待の FG ゴーストノットですね。これが FG ノット自体は16回で、ハーフヒッチ部分になるところが6回でやりました。FG ノット部分の長さは 1.445mm と、これは普通の FG ノットと変わんない数値かなと思います。ノット部分、ここが一番影響すると思うんですけど、ここが 1.719mm と、今回やったノットの中で一番細くなったんで、ガイド抜けがいいと言われ続けてる FG ノット。ちょっとハーフヒッチ部分が引っかかるのがネックやったんですけど、そのネックを解消された FG ゴーストノット。これはいいんじゃないかなと思いました。で、個人的な感想なんですけど、この FG ゴーストノットが一番ガイド抜け良さそうなんですけど、ちょっとだけね、作り方が手間なんですよ。釣り場でやろうとするとちょっとしんどいかなっていうところがあるんで、家でしっかり準備できる時には FG ゴーストノットでやってもらって、で、釣り場では普通の FG ノットにハーフヒッチという感じでやっていこうかなと個人的には思いました。あとですね、これ検証してる最中に思ったんですけど、ガイド抜けがいいノットと、ノットだけで考えると FG ゴーストノットが一番いいんですけど、もっと他にも考えるポイントがあったりして、タックルだったり釣りスタイル、そういうとこも一緒に含めての、ガイド抜けだったりすると思うんで、それは長くなっちゃうと思うんで、別の動画で作りたいと思うんで、気になる方はぜひそちらもチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上です。よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。